マイの日本語ポッドキャスト。皆さんこんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でしょうか？私は元気です。はい、最近ですね、嬉しかった出来事がありまして、数日前に旦那さんとね、一緒にご飯を食べに行った時の話なんですけれども、久しぶりにお刺身食べようってことで、美味しいお刺身屋さんに行ったんですね。で、そこで食べたお刺身が本当に新鮮で、とっても美味しかったんですよ。で、「わあ、美味しいね」って言いながらね、こう旦那さんとお刺身食べていたんですけれども、そしたら、そのお店の社長さんが、「これもよかったら食べてね」ってサービスでキムチを出してくれたんですね。皆さんキムチ知っていますか？キムチっていうのは、韓国のソウルフードですね。うん。韓国の漬物って言ったら分かりやすいかな。うん。お塩とか、あとは唐辛子、あとニンニクとか生姜とか、そういった調味料をね、たくさん入れて、それを混ぜた合わせ調味料に野菜をね、漬けるんですよ。それでしばらく時間を置いて発酵させたもの。それをキムチと言います。はい。で、私、キムチがすっごい大好きで、もう毎日食べているんですけれども、うん。で、そのね、社長さんが出してくれたキムチが、社長さんがご自身で作った手作りキムチだったんですね。はい。で、一口こう食べたんですよ。もうそしたら、めっちゃびっくりするぐらい美味しくって、もう旦那さんと「何このキムチめっちゃ美味しい」って言ってね、感動してたんですよ。うん。私は今までいろんなキムチを食べてきましたけれども、結構今まで食べたキムチの中でトップレベルで美味しかったです。本当に。それでもうあまりにも美味しかったので、社長さんに「もうすっごい美味しいです」って言ったんですよ。そしたら社長さんが本当にありがとう」って。で、もしよかったら、じゃあこれキムチ持って帰って家でも食べてって言ってくれたんですね。それで、もう大きい容器に2つも、ね、2つの容器にもうたっぷりキムチ入れてくださって、それで私たちにくれたんですよ、キムチを。でも本当に嬉しくって、今もね、大切に毎日毎日旦那さんと食べています。はい。そんなね、嬉しかった出来事がありました。はい。で、キムチはスーパーで買って食べる方もいるんですけれども、韓国では実際に家でキムチを作る人も多いです。はい。で、キムチ作りに適した時期っていうのが11月頃と言われています。なので、11月から12月にかけてキムチ作りをする方が多いかなと思います。はい。で、実は私も、先月11月に初めて一人でキムチ作りに挑戦しました。うん。私は一昨年だったかな、一昨年に、旦那さんの親戚と一緒にキムチ作りをしたんですよ。で、その時に作り方をね、教えてもらったんです。で、その作り方を、参考にして、今回一人で作ってみました。で、作る前はもう本当にめっちゃ緊張してたんですよ。わあ、大丈夫かな、失敗しちゃったらどうしようと思って。なぜなら、私は今回白菜のキムチを作ったんですけれども、
一般的に白菜キムチが一番、多く作られるかなと思うんですけど、この白菜をね、1個買ったんですけど、こんな大きい、もう1つがすっごい大きい白菜を買ったんですよ。なので、もしにキムチ作り失敗しちゃったら、その白菜丸ごと1個無駄にしちゃうわけじゃないですか。だからもう、それは絶対にできないと思って、結構緊張したんですよ。うん。で、作ってみたら、あのね、思ってたよりすごく美味しく作れました。うん、なんか自分でもびっくりしました。え、めっちゃ美味しいじゃんと思って、そう。で、旦那さんも、美味しい美味しいって言ってね、パクパク食べてくれました。うん。で、もう先月の初め頃かな、先月に作ったんですけれども、もう全部食べちゃいましたね。はい。なので、また今月もどこか時間ある時にね、作りたいなとは思っているんですけれども、そう、でもね、キムチ作りって結構大変なんですよ。力もいるし。やっぱりこう、漬ける野菜が多ければ多いほど、すごい大変なんですね。力も必要だし、やっぱ量も多いとそれだけ大変に時間がかかってね、大変になるので、そう。で、私は今回ね、大きい白菜1個をつけましたけど、それでも大変でしたね。うん。なので、本当にこのね、大変な作業を毎年、している韓国の方たちはすごいなと思いますね。はい。尊敬します。なので、私もね、もう、韓国人の方たちのように、本当に上手に作れるようになりたいので、これからも大変だけど、いっぱいたくさん練習して、たくさん作って、美味しいキムチを作れるようになりたいなと思います。はい。では、今日のポッドキャストをね、始めていきましょうかね。今日のテーマは、日本のすみません文化についてお話ししていきたいと思います。はい。これはですね、個人的にいつかやりたいなと思っていたテーマなんですけれども、本当に日本人って不思議なくらいすみませんって言うんですよね。うん。この間、オンラインレッスンで、日本についての話題を生徒さんと話していたんですよ。で、その時に私が生徒さんに、日本人に対してのイメージってどんなイメージがありますかって質問したんですね。そしたら、その生徒さんが、うーん、日本人は、すみませんってすぐ謝る人が多いイメージがありますって言ったんですね。うん。で、それを聞いて、あ、確かにな。確かにすみませんってめっちゃ使うなと思って、思わず笑ってしまいましたね。はい。昔、主婦の日常会話を10時間録音した調査があったそうなんですけれども、その中で、すみませんという言葉が合計44回もね、使われていたそうなんですよ。うん。10時間で44回って、皆さんどう思います？めっちゃ多いなって思いますか？それとも、思ったよりはそんなに多くないなって思いますかね？私はこの調査結果を見た時に、あ、そんなにすみませんって使ってるんだ、日本人ってって思いましたね。多いなって感じました。でも実は、すみませんっていう一言には、謝罪の意味だけではなくて、いろんなニュアンスがあることを知っていますか？そのいろんなニュアンスがあって、それを日本人は自然とシチュエーションごとにね、使い分けているんです。じゃあ、実際にどんなシチュエーションで使い分けているのかっていうと、大きく分けて、謝罪、呼びかけ、お礼、お願い、そして相手への気遣いと配慮、この5つです。で、まず最初一つ目の謝罪をするときに使うすみませんは、英語で言ったら sorry になりますね。うん。これは、
本当に謝る時に使うすみませんなので、例えば道を歩いていて、前から知らない人が歩いてきた時に、その方とちょっと肩がぶつかってしまった。そういった時に、あ、すみませんって謝罪をしますね。うん。あとは、待ち合わせ時間に少し遅れてしまった時、5分ぐらいね、遅れてしまった時とかにも、遅れてしまってすみませんって使ったりします。二つ目は、呼びかけをするときに使うすみませんです。はい。これは英語で言ったら excuse me になります。うん。例えば、レストランとかにいるとき、注文をしたいときに、片手を上げて、すみませんって店員さんを呼びます。そうすると店員さんが、はーいって言って来てくれますね。うん。そういった時に呼んだりとか、あとは、電車に乗ってる時に次の駅で降りたい。だけど、ドアの前にたくさん人が立っていて、降りられない。そんな時にもすみませんを使います。例えば、あ、すみません。すみません。降りますって言いながらね、電車を降りたりすることもよくあります。この時のすみませんっていうのは、すみません。ちょっと通れないので、道を開けてください。ちょっとどいてくださいっていう意味でね、使います。あとは、道がわからないとき、どっちに行ったらいいんだろうって、道に迷った時などに、歩いてる人に対して、すみませんって声をかけて、なんか呼びかける時とかにも使いますね。うん。なので、すみません。ちょっと道がわからないので教えていただいてもいいですかって、こういった使い方もします。三つ目は、お礼をするときに使うすみませんです。これは英語で言うと Thank you になります。はい。これは、相手から何かをしてもらったりとか、手伝ってもらったり、あとは助けてもらったりした時にね、使うすみませんですね。うん。例えば、ドアを押さえてくれていた時に、あ、すみませんって言ったりとか、あとは、重い荷物を持っていたら、知らない人がね、あ、荷物持ちましょうかって言ってくれて、持ってくれた時、そういった時に、あ、すみませんって言ったりします。で、この時のすみませんは、感謝の気持ち、ありがとうっていう気持ちを伝えているすみませんになるので、笑顔で言うことが多いです。はい。なので、その時に、あ、すみませんって笑顔で言うと、相手は、あ、いえいえって、はい、言ってくれますね。四つ目は、お願いをする時に使うすみませんです。はい。これは、相手に質問をしたい時とか、もしくは、お願いをしたい時に使います。例えば、ちょっとすいません。この使い方を教えていただけませんかとか、うん、すいません。ちょっと手伝っていただけませんかって、こういった時にね、使います。五つ目は、相手への気遣いや配慮をする時に使うすみませんです。はい。例えばですね、自分が入院した時に会社の人がお見舞いに来てくれたとします。そんな時に、わざわざ来ていただいてすみませんって言ったりします。この場合、感謝しているけど、そこまでさせてしまって申し訳ないですっていう遠慮の気持ちがある時に、相手のことを気遣って言ったりします。このように、すみませんという言葉には、一言でいろんな気持ちを表すことができるので、使いこなせるようになると、とても便利なフレーズなんです。ただ、この便利さが日本語学習者の方たちにはちょっと不思議と言いますか、ちょっと難しいなって思う部分があるかもしれません。うん。例えば、英語の sorry なら、ほとんどがね、謝るために使う言葉じゃないですか。でも、それに対して日本語のすみませんは、さっきもね、お伝えしたように、ありがとうの気持ちを言ったりするときとか、あとはお願い。
そういった時も使ったりするのでね。なので、使いこなせるようになるまでは少し難しく感じるかなと思います。でも私は日本人なので、やっぱりすみませんって結構使っちゃうんですよね。うん。で、韓国に来ても、やっぱりその癖がね、抜けないんですよ。そう。だから、例えば、韓国の方に何かしてもらった時とかね、手伝ってもらったりした時に、ありがとうございますって言えばいいのに、すみませんって韓国語で言っちゃうんですよ。そう。それで、相手の方から、「え、なんで悪いことしてないのに謝るの？」って言われたこともありました。そりゃそうですよね。向こうからしたら、「え、なんで謝ってるんだろう？」って思いますよね。でも、私が使ったすみませんっていうのは、こう相手を気遣う時のすみませんなんですよね。なので、私のためにわざわざ時間を作ってくれてありがとうっていう、こう、感謝してますっていう、そんな気持ちを表すために使っているんですよ。なので、こうつい、あ、すみませんって、そんな意味を込めてね、つい言ってしまうんですね。あと、これはちょっと特別なケースかなと思うんですけれども、怒っている時にすみませんって使ったりすることもあるんですね。うん。で、これは前も言ったんですけれども、私は高校生の時にマクドナルドでアルバイトをしていました。で、そのアルバイトをしている時に、やっぱりこう、怒ってるお客さんだったりとか、あとはクレームを言ってくるお客さんがたまにいたんですね。うん、で、これは私が実際にやってしまったミスなんですけれども、あの、ナゲットを注文したお客様がいて、そのお客様にナゲットのソースをね、入れ忘れてしまったことがあるんですよ。そう。で、これは本当に私のミスなので、本当に私が悪いんですけれども、その時にお客さんが怒ってしまって、そのお客さんがね、怒りながら、「すいません、ナゲットのソース入ってないんですけど」って言われたんですよ。そう。で、もう本当に私が悪かったので、「あ、申し訳ありません」ってすごく謝ったんですけれども、その時にお客さんはすっごい強い口調で、「すいません」って言ってきたんですね。うん。で、この時の「すいません」っていう言葉には、謝罪の意味はもちろん一切入っていないですし、あとは感謝の気持ち、ありがとうの気持ち、そういうのも一切入っていません。うん。それよりも、この時のすいませんは、ねえ、ちょっと、私の話聞いてよみたいな、そういったニュアンスが強いかなと思います。うん。なので、こう怒った時、相手に強く何か言いたい時とかに、すいませんって言ったりすることもたまにありますね。で、今話している中で、私が何度かすみませんじゃなくて、すいませんって言っていたと思うんですけれども、このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、え、すみませんとすいませんって何が違うんだろうって思った方もいらっしゃるかもしれません。うん。で、このすみませんとすいませんの違いが何かっていうと、実は意味は同じです。同じ意味なんですけれども、ちょっと丁寧さに違いがあります。すみませんっていう言い方は、丁寧な言い方で、ちょっとフォーマルな言い方ですね。うん。それに対して、すいませんは、すみませんをちょっと崩した言い方っていうのかな。うん。カジュアルな言い方です。なので、このすいませんっていうのは、話し言葉でとてもよく使われます。はい。なので、意味としては同じだけど、丁寧さに違いがあるっていう風に覚えておいてください。あと、すみませんとごめんなさいの違いについてちょっとお話をしますね。うん。すみませんは、さっき言ったように、
いろんなシチュエーションで使えるんですけれども、ごめんなさいは自分が悪い時や相手に迷惑や、あとは不快な気持ちを与えてしまった時に謝罪の意味で使います。そして、ごめんなさいはすみませんに比べるとちょっとカジュアルな言い方になるんですよ。なので、初対面の人だったり、目上の人に使うときは、ごめんなさいではなくて、すみませんって謝罪した方がいいと思います。はい。で、すみませんやすいませんについてね、いろいろお話をしてきましたが、じゃあなんで日本人がすみませんやすいませんをよく使うかっていうと、理由は主に2つあります。はい。まず1つ目は、相手に迷惑をかけたくないっていう気持ちが強いからです。うん、これはね、日本の文化かなと思うんですけれども、日本では人に迷惑をかけないことが大事だって考える人が多いんですよ。うん。なので、そのちょっと相手の時間を使っただけでも、ついすみませんって言っちゃうんですよね。うん。なので、道を聞くときとか、あとは落としたものを拾ってもらったとき、そういったときにも、自分はね、悪いことはしていないんだけれども、でも、相手に時間を取らせてしまった、迷惑をかけちゃったかなって思ったら、すみませんとか、すいませんって使うんですね。そして二つ目は、直接的な言い方を避けるためです。日本ではストレートな表現は角が立つと感じられる場面が多いんですね。この角が立つっていうのが何かっていうと、言い方や態度がきつくて相手の気分を悪くさせてしまうことを言います。うん。なので日本人は角が立つ言い方を避ける人が多いんですね。うん。例えば何かを頼みたい時に、あ、これやってもらっていいですかって言うと、ちょっと強く感じる。ストレートすぎて強く感じるんですよね。なので、それを言われた人は、何この言い方、ちょっとなんか嫌な気持ちになるなって感じてしまうことがあるかもしれないんですね。なので、日本人は何か人にお願いする時とかに、前置きにすいませんをつけます。すいません、ちょっとこれやってもらっていいですかっていう風にね。うん。そうすると、同じことを言っているんだけど、ちょっと柔らかくて優しい言い方に変わるんですよね。うん。なので、結構何かお願いしたい時とかね、頼み事をする時、結構このすいませんを前置きにつける方が多いです。はい、本日はですね、日本のすみません文化についてお話ししていきました。いかがだったでしょうか？うん、皆さんは実際に今まで日本とかで日本人が「あ、すみません」って言ってるところ聞いたことはありますか？もし印象に残っているシーンとかあれば、ぜひぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。